小野春と申します。このような場でお話をさせていただき、感謝しています。私は、あそこに座っている原告の西川と共に、かつて男性との婚姻で、それぞれが産んだ子供3人を育ててきました。私に男の子が2人、西川に女の子が1人。14年前、暮らし始めた頃は全員保育園生でしたが、現在は大学生と高校生になりました。私は西川に会うまで自分のことを異性愛者だと思っていました。私が育った時代には LGBT という言葉はなく、異性を好きになる以外の情報はありませんでした。かつての結婚が壊れ、一人親として追い詰められていた頃、西川に出会いました。西川の人柄に触れるにつれ、西川を好きになり、一緒に生きたい、共に子供を育てたいと思いました。私たちには結婚という選択肢がないため、共同親権がなく、西川は私のことの関係を証明することができません。私の産んだ次男が4歳の頃、病気が判明し、西川が入院手続きに行きました。しかし、病院からは同性パートナーでは手続きができない。離婚している元夫でいいので、血縁の親を連れてきてくださいと言われ、入院手続きができませんでした。病院は私と生活を共にしている西川よりも、当時面会交流もなかった元夫が必要であると言ったのです。3年前、私に乳がんが見つかり、抗がん剤治療と左胸全摘の手術をしました。法律で守ってもらえない家族を支えるため、なんとかここまで頑張ってきたけれど、自分にがんが見つかることは全くの想定外でした。癌はリンパ節にも転移し、目の前が真っ暗になりました。がんだけでも十分すぎる恐ろしさなのに、西川が家族として認めてもらえるのか、手術の同意書や入院の身元引受人に西川を書いて大丈夫なのか、手術室までの見送りはできるのかと、次から次へと不安が襲い、自分が潰れてしまいそうでした。男女だったらこんなに悩まなくて良いのにと考えると、歩いていても涙が止まりませんでした。抗がん剤の治療は精神的にも肉体的にも厳しいものです。今でも再発の不安は消えません。しかし、私は同性カップルなので、パートナーの扶養に入るという選択肢もありません。また、死を身近に感じても、西川に相続権はなく、西川に私の子供に対する権利や義務はありません。そのような状況で、西川に子供を託していくのかと思うと、死んでも死にきれない思いです。私は結婚にただ憧れてこの訴訟を起こしたわけではありません。共に泣いて、笑って、悩んで喧嘩もして、共に子供を育ててきました。それなのに、なぜ法律で家族と認めてあるともらえないのでしょうか。私にとっては男性と結婚していた時と全く変わらない暮らしをしているだけなのに、なぜ世の中の男女の夫婦の家庭だけが家族であるとされるのでしょうか。私は子育てをする LGBT 家族を支援する虹色家族という団体を8年前に立ち上げ、全国にいるたくさんの LGBT 家族、そしてその家庭で育つ多くの子どもたちを見てきました。先週、友人のレズビアンカップル家庭の子供が小学校の入学式を迎えました。家族で嬉しそうに笑う写真に、この子にも法律で守られた家庭で育つ権利があると思い、涙が出ました。私たちのような家族は特別なのではありません。北海道から沖縄まで全国のあらゆる町に暮らしています。知られていないのは、子供のために目立たないように静かに暮らしているからです。
すでにいる多くの家族のことを無視しないでほしい。いないものにしないでいただきたいのです。